タン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 。まあいろいろ。じゃあ今日は、カンナの使い方の、説明。もう、素人さんという一般の人が買ってすぐできるような、もう本当専門的なことは抜きにしてね、まずこうした方がいいよっていうのをやっていきたいと思います。もう私の経験と独自のやり方ですで、基本はあるんだけどね、基本木工とかも何にしても一緒なんだけど、やっぱ基本があって応用と経験だから、基本が全て正しいっていうことでもないし、正しいってこともあるし、まあいろいろやね。で、カンナの種類、大体普通のホームワイドさん、これホームワイドさんやんだけど、売ってるのこんくらいの大きさ、このサイズが普通かなって。これ大工さんがよく使うやつね。最初はこんなに長いカンナの刃が長い。でも使うとどんどん短くなるきな。一回買えば一緒で、もう自分が使う時にはまだずっとあるね。あとこうちっちゃいやつで、もう一番最初にカンナを買うとしたらおすすめはこうちっちゃいやつ。 DIY 用とか DIY だって、このカンナで厚さを揃えるとかまずしないでしょ、普通の人、ね。これでかけようかって多分思わんと思うんですよね。もうね、なってるの買うし、使いたいと思ってることはこういうなんて面、ここを削りたいとかね、ちょっとということをしたい人が主なんじゃないかなってね。こう三角とか、ちょっとこれをもう木をちょっと厚さを揃えろうかっていう人はいないと思います。単純に DIY とかの人がじゃあ木の厚さ揃えるためにカンナでするのってとても難しいんですかね。難しい。カンナ、そうやね、いいんですか。こんな材料をあと1ミリ薄くしたいとかなると、このカンナでしこたまかけんといけない。1ミリでも1ミリ、カンナは1ミリでも相当かけないとならない。やっぱり普通の人にすると今度これがこうなる、斜めになるよね。なるほど。まっすぐにはこうなかなか削れない。なのでこれでカンナで多分厚さを揃えるとかはない。ただしなんていうかな、試験こうまあ2級からか、2級建築技能士とか、技能士ね、建築技能士と、あと家具技能士とか、あんなはちょこっと1ミリぐらい削るのかな、カンナで。ただそれだけでまあ仕事としてやると無理、割に合わない。それでいいよこんなんで自動で合わせてくれこれは自動カンナ。そう自動カンナじゃないとお金になりません俺らは何するかっていうと、これもう専門的になるよな、いけんな。いいですよ、気になりますよそれで通した後にこれでかける。これで通した後っていうのはね、専門的になってしまったいけんな。これ中にこういう刃が入ってるの3枚。カンナですか。カンナの中刃が自動カンナの方。そうでこうやって下、ここが材料が通っていく。おいー。なるほど。でこれがくるくる回る。だから大げさに材料を描くとこうなってる。表面は顕微鏡で見たら多分
それをカンナでこうビーッとしてる。わかりやすい。ただここまでしなくてももう今の時代いいと思う。これは強いこだわりやね。まあ、目にはわからない。もう絶対わからん。もうただ普通に木工関係の人じゃないとわかんない。でさらにあそこカンナかけたらごめんカンナかけたらカンナかけたらここはツルツルになるよね。ね、ツルツルになってしまう。鏡みたいになってしまうね。でこれに塗料、ニス、ワックスかけると弾いてしまうんで、これにさらに紙ペーパーでちょこっと溝をつけてあげないと塗料が乗らんのよね。だからもう今はもう大体それすると時間かかるし手間もかかるから、こうなってるのをサンダー紙ペーパーでピーッともうこするだけ。なるほど。カンナをかけずに。もうそう、それでも全然おかしくはない。普通わからんわかんない。見た目は絶対わからん。カンナはね、よく人が思ってるのは歯で切ってると思うんだよね。歯じゃない。歯はほどほど切れればいい。台で切るんだよ。だからカンナかけて切れないって思ってる人は台が悪い、ね、だから台と簡単な使い方で叩くとこはここね。これボード用ボード用だけど俺がボード用にしてるだけ。普通に木が切れるここそれを叩くとそう刃が取れる。で叩くときに注意するのはこれね、ここの刃、これをこうしっかり押さえてあげないと飛んでいくからね。軽く、こんな名称もあります。名称もあるけどもう言いません大きい刃、ちっちゃい刃まず買ったら多分ね、ここ膜が張ってるよね、こういうの。これ使ってるからないけど。だから買ってすぐにはカンナ使えんのよね。ホームアイで売って買ったんよ、切れんのよってまず研いでくださいと絶対研がないといけないですね。まず研がんとダメ。説明書ないからねでまずすることはこう刃を外す。次は台を見る。何でもいいんだよ。台はこう差し金でもいいし、ここまっすぐのやつ、まっすぐでちょっと薄いやつ、言えば定規でもいいんだよ。普通のプラスチックのね、あれでも全然。そうするとこれも向こうやな絵が分からん。大体一般の人、買った人、何も知識がない人よはカンナのお題ね、こうあれやろ、歯があるやろ、ここが水平、もう一直線と思ってるよね。でこれ横から見たいだろ、正面から見たはず。正面ここも一直線って思ってるね。だけどカンナの色がね、いいか。カンナの台って木やろね、木、一枚だから木はくりますなのでこう斜めになりますそうなんですね。そう俺のもう常に台直しはするからね。これもね、やっぱここがこうなってたりへこんでたりね、
へこんでたり。買ってすぐでも。すぐで。だって作ってね、すぐならまあまっすぐかもしれん。だけどね、店頭に並んで暖房は効いてる。夏は寒い。ね、夏は寒い、夏は暑い。まあ冷房効くけどね。温度気温絶対木は腐るからね。曲がります。だからこれまっすぐじゃないよね。でしかもカンナの台はまっすぐでは切れんけどね。まっすぐでは切れません。面では。もう本当まあこれ基本っていうか普通の人が使う時のあれやけどね。どこがいいか、どういうカンナの仕上がりがいいかというと、これ大げさに書くけ。これちょっと分かりにくいか。あれで書いたらもうちょい大きくか。木との接地面、こことここ歯口だけひっついとけばいいの。へえ。カンナが木にひっつくとこはこことここ。木と。じゃあ別にここがへこんでいようがいいんですか？そこはへこんで、そうなん、いいとこ行った。ここはね、へこんでないとダメだよ。へこんでないとダメなんですね。こっちもこうなってないとダメなんです。でも台見る感じそんな風に見えないけど。それは見えんよ。でもこれがまあもう本当普通の人が使う時はこれでいい。まああるんだよ、いろいろあるんだよ。こっちが出て、ここもついとかんといけん。この3点とかね。でも普通に使う時はもうこの2点、こことここがついてればいい。でなおかつこう癖りがない、こう斜めになってない、ねじれがない、キュッキュッて。これがカンナの台の基本。これちょっとカンナ見してもらっていいですか？ここが接地面ですよね、きっとね。そうだから接地面はこことここだけ。全く分からんな。分からん。多分これはもうそういうふうになっているんですね。本当はね、これが正しいカンナの状態、カンナの台の状態。こうなってないと刃がいくら切れようと切れません。へえ、面白い。だから刃なんぼ研いでもダメ。もう台のこの面との面が合ってると思ってました。だから俺はカンナは刃で切るんじゃなくして台で切ると思うんですよ。これは俺の考え。だからこれをまず、じゃあそれをどうやってみようか。まあ何でもいい、まっすぐなやつ。見えんな。こう光とか太陽に向けると隙間が見えんよね、光が。これ相当悪いやろ。光の入り具合とかで。そうそれをまあここを見る。まあこのちっちゃいけな、こことこことか真ん中が。であとはまた斜めも見られない。これ癖りがないかって。癖ってないか。これはでもこれ今ね、全然わからん。ほぼほぼ水平っぽいな。まあ若干なんでかっていうとこれボード用だからどうでもいいんだよ。刃をいっぱい出すからね。でもこれをきれいにすると良くなります。だからこれは今ね、こいつの今の状態はこの辺がちょこっとへこんでる。あとは全部ついてるかなって。癖りはあんまりなかったことあるね。だからこれをするにはここ削る。あとこの辺も削る。でじゃあここのどのくらいの幅が
ついてればいいんだってことなのね。それもね人によりけりこれ今こう見てる、ね、ここが刃が入ってる。このねこことここのつき具合何ミリあればいいんだよってね。それもどうとも言えんのよねこれも基本あるんだろうけども覚えてないよね。ここは歯口は俺の経験上狭ければ狭いほどいい、つく面がつく面、まあこっちもこっちはあんまり狭すぎると悪いけどな。こっちもまあ狭ければ狭いほどっていうことはねえかろうけど、あんまり狭い方がいいな。でもこっちはもうほんともう狭くていいよ。1ミリでもいいし、こっちは1ミリにするとどうかなと思うけどあとカンナの大きさにもよるしね。まあこのくらいだったら普通の人が使うぐらいもう1センチ10ミリぐらいでいいよ。こっちも10ミリでいいよぐらいね。じゃあそれ以外をちょっと削っていかないといけないあとは削る。いやだからさあ削り方。さあこれ削るのもね簡単に削ろうこういうね大前である紙ペーパー何番でいこうか。240、180、180でいいか。ここの面をとりあえずフラットね、こことりあえずフラットにする。まずそのためには、あと両面テープね、これ180番、それはもう好み適当に半分ぐらい使おうか。半分使おう。半分使おう。ね、半分にしてもらって、もういいよ、いって両面テープ3本ぐらいいくか。フラット、貼ってもらって水平な場所を探す。本当は机の上とかが一番いいんだけどね、一般にあるときは、ね、なんか作業台作る。で、しまった。でこう貼るね。でもう俺かけるだけでどこかかったかわからない鉛筆でいいので、鉛筆もなんかな B とか B じゃいけん HB とかちょっとこういうのB でいいか。こういうのでこうわーっと印つけちゃって、もう何でもいい、マジックでもいいそしたら削れるとこ分かるね。でこうすると力の具合でこう癖り、こっちだけ削れてるとかあるんで、たまにこう裏返す。そうすると力の具合が均等に入ってると思います。だからほら全部取れたでしょ。本当だ。そういうことはフラットになったってこと。で次はここの面とここを残したいね。なのでまたグーってやった。ここもグーってなったね。で今度こことここ取りたいの。
だけどここね、これでやってしまうとまた取りすぎる。まあこっちは後ろは取れるね。後ろ取ります。だからここ口には当てないようにこうやって。これ難しそうですどうやろう。ね。全部切れそう。全部ここはもう適当でいいよ。気にしない。曲がっててもいい。気にしない。だってここが当たらなければいいね。でどのくらいスカスかっていうのがあるんだけどね、それはもう普通に使うんならどんだけ吸い取ってもいいよ。いっぱい開いちゃってもいいし、本当はもう光が見えるぐらい、うっすらもう削れてるってぐらい、もうほんとちょこっと削れるぐらいじゃないと木にくっつかないのよ。そうするとこれカンナがね木にピタッとくっついた感じが出るわ。吸い付いたから。ただその大きくするとその感覚はなくなるね。だけど普通に使う分にはいらません。いらない。もういっぱい取っていいよ。1ミリだろうが取って大丈夫。こうすると出た。見える。光が入ってるから。光本当だ、入ってるわ。こっちはないでよ。こっちはあるよ。わかる？わかりますね。光が入ってますね。ね。そういう状態。だからこっち OK。こっちは OK ね。今度この間は難しそう。簡単だよ。これそう一番簡単なやり方。まあこのね、ここからここが欲しいなって。まあこのくらいにしとこうか。まあさらに半分でもいいね。さらに半分にしとこうか。簡単。これが簡単なカンナの仕上げっていうのをこうやって直すんよ。これが早いの。ただ微調整ができるんだよね、やっぱり。本気で使うやつはちゃんと直せよ。そうもうね、まあちょっと削れればいいやとか、面取るだけならこんなんでいい上等よ。だから結構使う前にはまず台を見るんよね、必ず。でもカンナの台は使う、もう狂ってるとと思ってた方がいい。これ狂ってるからね。一緒で今度はちょっと難しいね。歯口、まあ今回そうだね、1センチぐらいにしようか。なるほど。なんぼでもいいんだよ、感覚ね、分かるように自分しっかりつけとこうね。こっちもこんくらいねって、こっちもこんなもうあれでもいいよ、マジックでもいいし、もう見えるのがいい。かっこよさを求めちゃいけないね。でということはこの線に沿ってこうね。なるほど。で内側はこう見て、ゆっくり、でも180分ぐらいがいいかね。削れやすい。でこんなが溜まってきたらなんか歯ブラシでもいいしブラシでもいいし、こうやって取ってあげるとまた削れるね。も
本当だ。ね。なんか歯口だけは残ってますね。終わりの部分も。もう本当はこれでいいんやけど、そんなことじゃまたしないといけん。でこれもこう引いてたらまたこう逆にする。ゆっくりでいいですね。もう削れた。いいかな。ああ、いいね。してください。こんくらい削る。わからんよ。もうちょい削ろうか。いや、ピントがわかんない。いや、多分削らんとなわからんわ。結構、いったな。わかる。どう向けた方がいい。針が差し込んでますね、本当。もうこんくらいならいいよ。これで台が治った。これが台のいい状態。だから使えば使うほどまたここを削れるでしょ、当たってるとこ。だからまた台直しをせな。それどんぐらいの頻度でやるべきなんですか？それは使い方にもよるけどな。結構使うんやったら。まあ使う前にちょろっと見てもらった方が一番いいよね。あら、でなんか歯切れんなと思ったらもう多分これが台が悪い。ほらもう台直った。いいね、台直れました。あとはもうカンナの研ぐのは、で次はもうこれね、カンナ歯研ごうか。いいっすか？研ごうか。でカンナ歯ね、これもうボードがボロボロやけど、カンナの歯がこれね、簡単にみんな研げるように、ちょっとカンナの歯の隙間、カンナの歯、ここ刃金がで、カンナの刃がこう1個1ミリぐらいかけると超大変。研ぎたくないってぐらい研ぎたくない。こんなもうちょっとこう陰ったところでも大変。もうね、がっくしくる。もうそんな歯はまたやり方あるんやけどね、そんな歯はもう研げんけな。もう何回も分けて研ぐか、必死になって研ぐか、あとグラインダーで削るって方法もあるんだけど、熱が入るから、もう安い刃はもうそれでいいと思う。グラインダーで削ってもらっても問題ない。もう高い刃はちょっと焼きを入れたくないよね。でまずこうなるでしょ。でここを取る。カンナのとりあえずまず刃先が研げてくれて、刃先こんなとこがビカビカ光らんで大丈夫。とにかくこう一番大事だってここで削るでしょ。なるほど。まあよく言うとやっぱりここもピッてなっちょかんといけないけど、そんなんまず無理やけんね、普通の人、買ってきてからこんなん無理でしょって、無理なんだよ。でまあカンナのは基本ピッピッピッね。だけどこれにするにはかなりの熟練がいるんで、だから大体みんななってるのがこう、ね、刃が大げさに描くとこう丸くなってね。ただこれが悪いってこともないんだよ。これ丸研ぎっていうんだよ。これね、刃がさらに鋭になると切れる。まあこっちが切れるな、こっちが切れる。こうなるほど。
ただ脆さ、刃の脆さ、かけやすさはこうなる。なるほど。ね、だからもうほんと材料切るものによるんよね。これが常にいいかっていうと絶対かって言ったらない。これが絶対かっていうのもない。まあ一番いいのはこう、もう真ん中くらいが一番いいのかな。鋭利すぎない。したらね、汎用性がある。まあそうだね。これがもう俺ら世代行くとガンダム。ガンダム。ガンダム強い。これザクとかジムとかジムとか。こっち行くとボールやね。マゼラントップとか。本当にそう呼んでるんですか？いや、今例え。例え。ああ。他になんか例えあるから強いやつだからもうね、例えだよキャラクターの声ですね。だけどこういう何で節が多い木はこれがいい。なるほど。もう素直な木はこれがいい。木の種類にもよってあるんですね。そういいのが。そう、硬さによって硬すぎるとこれでやるともう折れるよね。ああ。すぐダメだけど硬すぎるこのくらいがいい、中くらいがいいから。いろいろね、これは奥が深い。奥が深いですね。で、あともう経験。ああ。自分がこれどれに合ってる。教科書はこう書いてるけどそれが絶対じゃない。同じ木でも使う刃を変えてやらんといけない。難しい。じゃあ研ぎます。砥石は何を使おうって。砥石はこういう多分茶色いのを買ってくれればいい。茶色いの番数があるよね。番数俺もう細かく覚えてないよな、こんな。砥石も俺変わんのよねもらってくるよねほぼほぼ。こういうもう使い古したやつとか多分ね、何本ぐらいだっけ。これ中砥石やわ。中砥石1000番ぐらいにかな。1000番。まずこれがいる。これは絶対にいる。1個だけじゃダメなんですか？これはね、中砥石。中アラっていうのもあるんやけど、アラはそうさっき言ったようにこうかけたやつを削るときにガリガリやって削るやつだけど、それじゃダメなんで中使うことはないと思う。それはまずで、仕上げ砥石、これちょっとツルツルしたやつ、ちょっと黄色かかっちゃうかな。これがね、どんくらいかな、2500番ぐらいのでいいと思う。これをまだこれ番数が大きくなるほど滑らか、削れにくい。こっちいっぱい削れる、こっち少し削れる。そう番数が大きくなればなるほど普通の人は手が難しくなるけど削れんけね。なるほど、仕上げとかにはそういうのが番数が大きい方が使われるんですか？そうどうやっても粗研いで仕上げ1個じゃね切れないんだよ、あんまり。大体2工程ぐらい踏むんですね。もう2個、この2つ多分ね、そんなに投資高くないと思う。2000ぐらい、2,3,000円であるんじゃねえかな、1個ずつね。まずこの2つを買う。まあどうしてもって言った時はもうこれだけでもいいかもしれん。俺これやったことないけど1000番だけ1000番だけでやってみようか後で1000番だけでってあんまりやったこと、いやあんまりやね、やったことはないあと天然の砥石ってもある。天然砥石、それはねもう当たり外れがある。天然だから使ってみらんとわからん。天然はな、俺もなあれだ、どうなんかなって思って使わないのよね。
もう値段もねもう多分ねあれやわいいねやわ高いですか？天然の方が。高い、いや安いもある。ただ素人が使うもんじゃない。ああ、私これ天然で研げるんですよってたまにおるけど、まあ大工とかのみ使って23年とか、5年ぐらいの人が研げるわけがない。そんくらいじゃ研げない。俺でももう多分無理やわ。これは天然じゃなかったら人工の砥石ってなんですか？そうこれも人工。じゃあもう大概の人は人工の砥石を買ってくださいと。で俺はこう挟むこういくんよ。なるほど。3回3回じゃないとこれからこっちに行っても刃に砥石が当たらんのよね。じゃあ一気に番数を上げるんじゃなくて、そう順徐番々にいく。番数を上げて仕上げていくと。でも普通の人はもうこれとこれ、まあ多分ねホームオイル行ってああいうとこ行っても、中砥石と仕上げ砥石ぐらいしかないと思う。もしかすると仕上げ砥石まだ番数が多いのがあるのかもしれんな。最初買ってきた時はこう辛いですよね多分。砥石もまたあるんですか？なんかメンテが。砥石は多分買ってきた時は多分砥石はこの状態がベスト。なるほど。この状態じゃないとだ。で使ってくるとねこう真ん中がへこんだりするのがよくある状態。なるほど。だからこれをまず直してあげないといけない。まあ買ってきた新品これでいい。新品はそのまま使える。使っていくとそうなるんですね。でも上手い人になるとこれ面直しっていうね、これ直すの。面直しがいらんように研ぐんだよ。こう砥石があったらカンナの刃を真ん中だけで削っても今度真ん中だけ砥石が削れるんで、だから今度こっちに使う。なるほど。これをまあもう上手くなるとこう面直しがいらない状態になってくる。それもどうしてもやっぱりなるけどね。そうなると砥石の減りが少なくなるよね。面を直すのをしょっちゅうするとどんどん減りが早い。そうですわね、それに合わせてしないといけないから。だから使う時はまあここだけを使うんじゃなくして全部。なるほど。これが砥石がまっすぐじゃないとまっすぐ研げない。これがもうこっちへこんでたらもうへこんだ通りに研げてしまう。だから刃が研げないって人はまず砥石を見る。研ぐ前に。そう、研ぐ前に砥石なんだよ今度は。刃を研ぐ前のカンナは大。どっちとも大やね。なるほど。じゃあ面をどうやって直すか。ちょっと待ってな、これ。ちょっと待って。これは天草って砥石。これナタとか切るやつね。ね、うちに到着になると焦げない。こう U の字になってますね。それじゃダメだね。ちょっとダメだ。まあいいや。面直しあとね。それなんですか？これ砂。砥石も研ぐ前は水につけちゃってあげんといけない。こうやって乾いていくんね、どんどん染み込む。どんどん。本当だ。だけどこれを十分染み込ませてあげる。まず1ヶ月こうやってつけとくといいね。本当はね。でなんかブロックで
ブロックでいいからこうやってこすり合わせるね。大概ブロックって水平ブロックも100円200円ぐらいで、なかなかこう、ね、まだここしか削れてない。番号残っちゃうね。で、悪いとこうなる。ここばっかり使ってた。なるほど。で、なかなか研げないから砂。これね、ちょっと細かくしてるっていうか、こしてあげる。砂を。じゃないと、粒度の大きい粒とかが入ってると、やりにくい。こっちに傷がつくの、逆に。貝殻とか入ってるでしょ。こすのは何でもいい。網戸でもいいし。網戸の網戸って窓の。そうそう、細かい目の網戸でもいいし、なんかこす100均よりはねえかな、料理用のあんなんでこしてくれる。専門的な混合車は違うか、あるんだけど、砂で10とでこうまぶしてあげる。ガンガンでちょっと水ガリガリまず軽くこう絵描くようになじましてあげる。でこの時もこれも一方だけやると片側だけ削れる。反対です。そうするとだいぶまだこれだいぶ悪かったね。ならいっぱいでまだほらだいぶ良くなった。だいぶ良くなってきてね。もう一回ぐらいかなって。でこの時にこのノロをすべて落とさない。あった方がいい。全然流さない方がいいですね。こうやってあった方が、これが研磨剤代わりになるけどね。まあ研磨剤やね、ほんと。砂が。そう。これでなじましてあげる。したらいいんじゃね。こんくらいちょけ。でここまでできたら流す。一回流す。あらかたできたなと思って流す。流したらまたする。今度はもう表面をきれいに仕上げてあげる。そうするともうほらちゃんとなりました。これが面が直った。ピカピカやろ。でもう一個これも同じ。これも同じ。仕上げ砥石はあんまりこう水につけなくて、あんまり染み込みがないやろ。そうですね、水が染み込んでいかないと。よいしょ。これあんまり悪くないね。いいね。いいじゃん。で最後これとこれをすり合わせる。
そうするとさらに綺麗になるわけね。さらに綺麗に。そうするとね、こうひっつくんだよ。本当だ。ちゃんと削れてれば。面が合ってるからってそうことですね。そうそう。あとは綺麗に洗ってあげる。だからこのブロックじゃなければならないってことはないけど多分身近で一番やりやすいのはブロックかなって。もうそんなんね、場所も取るよってことは、人はこういう面直しのあれが砥石じゃないけど面直しの専用のがあるから、そんなに高くないはずよ。これももらいもんやけどこれもらう前はこれでやれたけどずっと全然問題ない。ブロックでやれたけどね。どっか安定するとこが一番いい。で持ち方としては、ちっちゃいけんね。片手じゃ研げんけんね。こんな感じかな。持ち方はもうこれ難しい。ちっちゃければちっちゃいほど難しいんだよ今度でもこうやってでここだけで研ぐとここだけ減るからまた面直しにかかるで研げるとこうやって綺麗になっていく。でもここがいくら研げても意味ないけど、刃先が重要なんですね。刃先がとにかく刃先をで押して力入れたら引くときに力入れる。押すとこの砥石を研ぎようだけやけど砥石を削るような感じになってしまう。だから押すときは力入れる、引くときに力を起こす。でこう早くすればいいってこともない丁寧早くすれば早く研げるよっていうこともない。ちっちゃい形だけこう指1個あと2個添えるだけ。あとここで挟むピッピッ3点。これでもこれはできない。やっぱ2個あった方が安定する。で本当はこうまっすぐ研ぎたいね。でもなかなかまっすぐ難しい研ぐ。だからちょっと斜めにしてやった方が研ぎやすい。あと本当は右足を前、右足を前、あとはこうこれはもうやらんとわからん。こうはいキュッキュッ外3回中3回とか中3回また外3回とかこうやってずらしていく。そうすると全体的に削れていく砥石で力は指先に入れる。ここを入れてもダメだ。指先この辺ここじゃなくてここなるほどでこの時にちょっと押さえる感じ。そう押さえる感じ頑張ってうわーって感じやけね。こうで上に押せこれをリズムよくするとこう音がシャー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 言うけ研げようか研げようないかはもう音で分かってくると思う。でねまだこれ全然
ここに当たってるけど刃先には全く当たってないよね。うん。うん。ってことはここはもう切れないし、刃が丸くなっていっぱい削っていいねって。で今こうやって確認しようね。刃が研げてる。なるほど。これ研げてる場合はこっちザラザラするね。まあ後で説明するけど、これ刃返りっつってね、研げてる証拠が出てくる。歯がえる。刃が返って長いでしょこれは。ザラザラ、あいいなって。そうすると刃がさっき先っぽが白かったのがなくなってると思う。まあもう見た分からんのよねこれ。カメラで多分あんまり分からんかもしれん。返しがもうちょい削って分かるようにしようか。である程度削れたらこう大体同じところで削ってやらんと、削ってやった方がいい。あ、もうだいぶ削れたな、良くなったなと思ったら、そうするとばらつきがない。いいね。もうね、帰ってるのわからんわな。最初触ってんしな。こう帰ってる。そこが出たら、この刃返りが出たらこっち。ちょっとね、こっちのこの研ぎ汁をつけてやる。なるほど。つけてあげた方がいい。でこれはもう力を入れない。あっちほど入れない。できればもうこれ全体こんなところでちょこちょこしない。やる方法もあるみたいだけどね。できればもう難しい場合はもうここだけでもいい。この辺だけでも。できればこうした方が面直しをあんまり頑張らんでいいよっていうこと。なんか研いでるとまあこれはもう無理やけど、上手い人がやるとどこがへこんでるってのが分かるね。研いでるこの砥石が感覚で多分そこまで一気に来る人は相当練習せんとダメやな。何年も毎日研いで。これね、いろいろ、まあ、これも後で説明するけど、ここがまっすぐね。ここがまっすぐ。こう丸くなる時もあるけどね。それも、まあそれが悪いってことも、まあさっきと一緒やね。それが悪いってことでもないし。だからこっちに、研ぎを10としたら、こっちに3、こっちに7。時間は。力の入れ具合ね。どうしても仕上げをきちんとせんと意味がない。で、この帰りがなくなったら、これ、裏を研ぐ。あ、裏も研ぐ。で、またこっち。これ何回か繰り返してやらんと、あんまり研いでない。2、3回繰り返す。しっかりつける。これもあんまりここまで入れてるとダメ。
この辺だけ研げるわけね。この辺だけ刃先がついてる。それもいろいろあるけど、まず考えんでいいよ。そこまでいくとまた専門的になるこんな難しいなよ、刃物って。で、終わり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 。だいぶテカテカになった。うん、すごい。うん、ビカビカ。うん、ね。OK。椿油、刃物、椿。こんなんでコーティングしてあげる。じゃないと錆びます。ね、鉄なんで。で、これはこいつを染み込ませてるよね。まあこんな簡単に作ってもいいし、もう直接でもいいし、直接かけてなんかで浮いてやれば。もうほんと裏も研ぐんだけど、まあ気にしなくていいよ、とりあえず。ね、あとね、いろいろかんなね、ここがこうなっていないとダメとかあるんだけど、気にしない。まずただそれだけ覚えてくれれば最低限できるから。で、あ、そうやな、あれの話しようか。最初茶色い中砥石の時に研いだ時の刃先の状態っていうのが、ここに研いだらこんな感じで、まあこう研いだカスが出てくるのよね。でもこれはまあくっついてるのよね、中の時は。研いだけどここにひっついてるのよね。それが指でペッペッペッ触るとガザガザガザってするね。これがついてるのを落とすのが仕上げ。仕上げ。仕上げ砥石の役目。これを落とすのが仕上げ砥石。だから分けてる。中の1000番ぐらいじゃ取れないんだよね、これが刃返りが。うん。で、こいつで取れる。で、それを最後こっち側削ったやろ。最後こうキュッキュッキュッて。それだけでこいつを取る人がたまにおるよ。それでは切れない。そうやって強引にこの返りを落とすと、もうこれも顕微鏡に見ないと分かんないんだけどこれが折れるわけでしょ。研いだわけじゃないから。これがポキって折れるってことはこうギザ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 意味がない。やっぱりきれいに研いでそれを落としてあげないとダメ。最後の裏を削ったのはこの刃を研いでるわけじゃない。この辺を研いでるってだけだ。たまに勘違いしてる人がおるけど、ね、そういうわけです。まあ気をつけること、まずこの研いだ返り刃、これを出してあげる、ね、出してあげるのが一番で、それを仕上げで取ってあげる。そうすると多分ね、驚くほど切れるっていうのが分かるわ。だいたいこれをしてないからみんな切れないね。そういうことなんだよ、今やったのは。奥が深いですね。だからもうまだいっぱいあるんだよもうこれ以上言うとね、もうないっぱいこれの注意するのが、これ2枚あるでしょ。中入る時こうなってるね。これをこの間が狭ければ狭いほどいい。ただこいつが刃より追い抜いた時はダメ、切れない。まあそうだよね、刃が出てないんだから切れないよね。
で追い抜いたらこのせっかく研いだ刃が欠けると思ってくださいせっかくでもうここ圧かかるからね、ここギュッて。だからせっかく研いだのがあーってまた削れたよ。入れるときはこいつを入れる、ギュッと。これねギュッて、でこれもギュッて、まあ落ちない程度にちょっとガス。それで今度こう刃の調整、まあ大げさに出す、ね、こうすると刃が斜めになってるでしょ、台に対して。これを調整してあげるのと、あと刃の出具合を調整していく。調整するのはやっぱここで刃をね縮める。でここで刃を出す。でここを叩いて刃の歪みを直す、ね、これを繰り返す。まずはそこ。どんだけ刃が出てればいいのってなるね、今度。それはね、もう自分で覚えてくれんともう無理。もうこう目に見えて見えるやろ、刃が出てるって。わかるやろ。はい。それはもうダメ。もう削れすぎ。もうこんだけ出てると引っかかって削れない。俺はね、もうこうやってもうとにかくやるしかない。もうちょこちょこで、たまにここ見ながらちょこで、最後にこれ裏金をギリギリまで持っていってやる、縮めてやる。もうね、これね、でもう出てるか出てないかわからないときはもう実際にね削ってあげるのが一番だよ。ほらこれでも引っかかる。あれもこれ多分出しすぎってことですか？出しすぎ、多分あんまりわかんない、カメラじゃわかんないかも。基準がわからないですね。そうでしょこれもうあと自分の感覚でこう今出てたっていうことはここを叩いて縮めてあげる。もうそうやって覚えるしかないよ最初は。で今度削れないって、なるほど。じゃあ叩こうって、もうそうやってちょっとずつ削れたって。もうこのトンだけでも変わってくるわけね。でこんな薄く削ればいいってもんでもないよね今度。その分何回もかけていけない。ある程度もう仕上げていかないと。こうやってカンナがくずが出てくるね。これが薄ければ薄いほどいいってわけでもないし、ちょうどいい大きさになってくれれば一番いいかな。そうするとこうやって削れるよね。だからこういう面を取るときにはいいね。簡単につける。まああとはもう覚えるしかないやって。で使い終わったらまたなってある。まあこの面だけでもいいけどね。常にで
最後にこれをちょっと緊張を解いてあげる。じゃないとずっと締まった状態だと木に負担がいくからダメで、取りすぎるもダメ程よく取ってあげる。これがもうあれやね、一番何も考えんでできるカンナかもしれない。あとね、いろいろあるんだけどね、もうそれはいいよさらにまだあるんですね。まだある、まだここせんといけんとかがいっぱいあるんやけど、まあそれがとりあえずいいよ。それで十分使える。もうポイントはここやね。ここもう歯はね、もう自分で頑張ってやるしかない一生懸命研いでると分かる。見てると簡単そうに見えるけど、刃物は奥が深い。とポイントここ、あと刃は砥石を2つ使うと。もうこれだけ。はい、もうこれができればね、多分相当違ってくる。あとはもう細かいことはいいでしょう難しくなるけど、もういやこれはもういいよ。これまたいいのきりねえもんそうですね。ちょっと言ってもいいけどもう言わないもう一般のする人はもうこれだけ覚えてくれないいよ。もう、いいね。とりあえずまあなんかわからないことがあればコメントに載せてくれてもいいし、ね、聞いてもらってもいいし、その都度答えます。お願いします、はい、お願いします。今日はそんな感じでいいかな。あと何かあるかないいですよ。ありがとうございました。カンナはこんな感じです。以上です。おしまい。